3回に1回くらいブレーキの話してるチャンネル。好きなんです、ブレーキ。タイトルみたいな話、X とかでたまに見かけますが、結構勘違いによるものが多いと思います。今回はこれについて考察する動画です。まずタイヤのロックについて、ブレーキのロックもほとんど同じニュアンスで使われてると思うけど、これの意味について確認しましょう。一般的には、ブレーキを強くかけすぎたことにより、タイヤが回転を止めて、路面とタイヤの間が滑っている状態のことを言うと思います。発生すると、タイヤが滑っている音がしますね。具体的に、タイヤがロックした時、どのような挙動になるのか、車両の種類別に考えてみましょう。普通の乗用車の場合、まず静止までの距離が伸びます。タイヤの摩擦力はロック直前くらいが一番強くて、ロックすると摩擦力が低下してしまいます。これ教習所で習いますね。ただ、めちゃくちゃ下がるわけではないので、止まれないわけじゃありません。もっと問題なのが、この状態ではハンドルを切ってもほとんど曲がることができないことです。これの理屈は理解度が浅くて説明できません。でも、ロックすると曲がれなくて、まっすぐ、ズサササって滑るしかなくなります。これを防ぐために、路面との速度とタイヤの回転速度の差を監視してロックを防ぐのが ABS、アンチロックブレーキシステムですね。では、二輪車の場合はどうでしょうか？もちろん四輪車と同じ現象が起きるのですが、転倒の可能性がある分深刻です。二輪車の場合は前輪、後輪のブレーキを使い分けることができますが、一旦後輪ブレーキのことは置いときます。前輪がロックした場合、バランスを取るのが極端に難しくなります。うまく直立状態を保てばそのまま止まれますが、車体が傾くと横滑りしだして立て直すのが難しいです。そのまま転ぶと、肩のあたりから地面に倒れ込むような形になるので、とても危険です。皆さんはこの状態になったことがありますか？凍結路面やオフロードで経験ある人は結構いると思います。路面状態が良い場所で経験したことがある人は少ないと思いますが、オートバイならそこそこいると思います。でも、路面状態が良い場所で、なおかつ車両がロードバイクやクロスバイクの場合、経験している人はほとんどいないのではないでしょうか？安心はありません。いやいや、ロードバイクでフロントロックして吹っ飛んだことあるよっていう人もいるかもしれません。でも、ここまでお話ししたようなタイヤロックでは、吹っ飛ぶって感じの転び方にはならないんです。ではこの現象は何なのでしょうか？実は制動力の限界には2つの種類があります。一つはこれまでお話ししたタイヤの限界です。どんなにブレーキシステムを強化しても、タイヤの摩擦力以上では止まれません。タイヤの限界がブレーキの限界と言われるのはこのせいですね。もう一つが前転の限界です。タイヤで止まろうとすると、その力は地面から来ますから、車両を前方向に回転させる作用となります。人間で言ったら足を引っ張って止めているようなものですね。車のことはよく知りませんが、普通の乗用車のように重心が低ければ特に問題はないと思います。二輪車の場合、重心が高いので、ブレーキを強くかけると前輪の荷重がどんどん大きくなり、逆に後輪の荷重が減少していきます。後輪の荷重がゼロになった時、後輪は浮き上がり、そのままブレーキを緩めなければ前転してしまいます。ジャックナイフとかいう状態に近いですね。この限界は前輪と重心の位置関係だけで決まるので、どんなに良いタイヤを履いても限界を引き上げることはできません。この2つの限界の低い方が本当のブレーキの限界ということになるのです。では、どういう条件の時前転してしまうのか計算してみましょう。高校物理の時間ですよ。前転直前、つまり後輪が浮き上がる直前、二輪車にはこのように力がかかっています。空気抵抗とか今回関係ないので無視です。垂直抗力は車輪にかかっている荷重と思ってもらえばいいですが、前転直前なので前輪に自重分全てがかかっていますね。さっきも言った通り、
ブレーキによる力は車体を前方向に回転させようとします。垂直抗力がそれに対抗して釣り合っています。これをゴニョゴニョって計算すると、限界の減速度はこんな式になる。前輪の接地点から重心までの水平距離を重心の高さで割るだけというめっちゃ簡単な形になった。単位はみんな大好き G にしておきました。1G で重力と同じ。スポーツカーやバイクの頑張った加速で 0.5G くらい。ジェットコースターで 3G くらい。戦闘機で 9G 出したら死ぬかもみたいなやつです。また、この図でリアブレーキの話が一切出てこないことが気になった人がいるかもしれません。タイヤによるブレーキは、タイヤの荷重に比例したものしか発生できないので、限界ギリギリで後輪荷重ゼロになっている状態では何の仕事もできませんね。急制動においてリアブレーキは飾り。さて、重心の位置で前転輪帯が決まると確認できたので、次は視覚的に表してみましょう。実は接地点から45度の線が 1G のラインになります。そこから角度が大きくなっていくほど限界が下がっていきます。ロードバイクっぽいイラストが重ねておいてありますが、これはルックの795ブレード RS の M サイズの寸法から描いています。ルックがジオメトリを細かく公開してくれているからで、それ以上の意味はありません。これに適当な棒人間くんを乗せて、それっぽいポジションを取らせています。重心の位置は測定できればいいのですが、あいにく人も機材もないので、この絵からざっくり計算します。身長 175cm、体重 65kg、バイクは 7.8kg として、人体の各パーツの重量はご覧の表の通りとしました。ざっくりで精度が出るはずないですが、どうせ個人差は大きいから参考程度ですね。バイクの重心位置だけは、内にあるやつを測りました。そしたら重心はここになりました。黒いマークは車体と人間、それぞれの重心、赤いマークがそれを合成したものです。この条件だと前転限界はおよそ 0.5G くらいですね。0.5G 以上で減速しようとするとひっくり返るってことです。この数字は高いのでしょうか？低いのでしょうか？タイヤの限界と比べてみましょう。タイヤの限界はいろんな条件に左右されて、とてもこの動画で語れるものじゃないんですけど、こういう簡単な試算なら 0.7G くらいとすることが多いです。0.7G というのはドライ路面なのが前提ですが、それでも安全を見て低めの設定となっている印象です。こういうのは自動車のデータで、自転車のタイヤの限界はもっともっと低いんじゃないのって思う人もいると思うんだけど、信頼できるソースでそういう情報は見たことないので無視します。一応、ママチャリで、静止状態での測定ではありますが、これくらいの摩擦係数が出てるってデータならありました。摩擦係数とタイヤによる限界 G は同じ数字になると思っていいと思います。条件が良ければ、タイヤ的には 0.8G くらいなら止まれる可能性が高いってことですね。つまり前転限界 0.5G っていうのはタイヤ限界よりかなり低いです。このデータを信じるなら、濡れた鉄マンホールですら 0.5 以上ありますからね。このままブレーキをかけたら、タイヤ限界のはるか前に前転してしまいます。で、皆さんの中にはロードバイクやマウンテンバイクで急制動の姿勢を教わったことがある人がいると思います。こういうやつですね。これめっちゃ大事です。これめっちゃ大事だから、どれくらい効果があるか知ってもらいたくて、この動画作ってるんです。回りくどいやつ。ブレーキング姿勢っぽいデータを作って、同じように計算してみましょう。重心の移動量はほんの十数センチ程度ですが、限界 G は 0.72 まで上昇しています。姿勢を変えただけで 1.4 倍もブレーキがかけれるってことです。また、この姿勢を教わった時、体を後ろに下げるのを優先するのか、下に下げるのを優先するのか、よくわからなかったと思いますが、これで大体方向がわかりますね。でもこれでもタイヤ限界まで持っていけるか微妙なラインですね。実際、
安全な速度で試してきましたが、ブレーキ姿勢をとっても乾いたアスファルトの上では後輪が浮きます。シートポストを外して後輪に座る勢いで体を引いても、まだタイヤロックより先に後輪が浮いてしまいました。オフロードというかこんな感じの砂利道なら通常姿勢でもロックしました。砂利道の摩擦係数は 0.5 と言われることが多いのですが、実際もその程度かと思われます。ここら辺の結果はバイクサイズ、体格、タイヤの種類、路面状況によってかなり変わるはずなので、乾いたアスファルトでもロックまで持っていける人もいるかもしれません。でも簡単ではないと思います。ロードバイクで路面に問題がない時にロックしたことがある人は少ないんじゃないかってのはこういうことです。このくらいしてやっと自動車と同じくらいの減速ができるかできないかってレベルなので、急制動姿勢の大事さは分かってもらえると思います。反射的に急制動姿勢が取れるように安全な場所で練習しましょうね。また車体が傾いているとコーナリングの方にキャパを取られてタイヤ限界を早く迎えてしまうので、制動時は車体をまっすぐに保つことも意識してもらえると良いと思います。あとはこの図にいろんな車両を重ねて遊んで終わりにしましょうか。二輪車のお仲間、オートバイだとこんな感じ。これはホンダの CB250R というバイクで、車体の重心位置はオフィシャルですが、人間の重心位置と合成した赤い重心位置は足が適当に置いてます。自動二輪の教習では、急制動時前のめりになるなとは教えられると思いますが、積極的に後ろに重心をずらせとまでは教えられないと思います。普通の姿勢でもしっかり 1G 以上耐えれるようになっているんですね。逆に人間が調整すれば、意図的に後輪を浮かせるジャックナイフやストッピーもできそうです。レース用に近いオートバイだとこんな感じ。こちらも 1G 以上耐えれるようにできていますが、レース用のタイヤだとタイヤ限界が 1.2G くらいまでいくと聞いています。元 GP なんかだと後輪を浮かせながらのブレーキングが見れたりしますね。適当ですが、ママチャリだとこんなもんでしょうか。ママチャリでも試しに思いっきりフロントブレーキかけてみましたが、ブレーキが貧弱すぎてちょうどいいくらいの減速しかしませんでした。一応ブリヂストンのちゃんとしたママチャリなのですが、逆にパニックブレーキでちょうどよく止まれるように設計されてるのかもとすら思いました。ママチャリはちゃんとリアブレーキも使った方が良さそうですね。最後に、同じく適当ですがペニーファージングを見ながらお別れです。これは即ひっくり返りますわ。この動画を気に入ってくれた人は、他の動画も見てみてくださいね。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。それじゃ、バイバイ。バイバイ。